こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。チャンネル登録がまだの方はぜひ最初に登録しておいていただけますと、他の関連動画とかも見やすいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日は、砂糖のお話の続きをですねやっていきたいと思います。前回、砂糖っていうのはこういうものですよというお話、砂糖の成分ですね、そういったところのお話をしまして、で砂糖にはいろんな種類があるということを、お伝えしました。でその大きな分類がこれ復習なんですけれども、砂糖には、分蜜糖と含蜜糖、逆ですね、含蜜糖と分蜜糖、この2種類がありますよという話をしました。で、含蜜糖にはミネラル分っていうのが、ちゃんと入っていると。なんですけれども、この分蜜糖はすごく精製度が高いなのでミネラル分はほとんど含まれていません。純度の高い初糖っていうのがこの分蜜糖になるわけなんですね。なので、ミネラル分を含む含蜜糖を選んでいくと、よりいいですよということになるわけなんですけれども、それはさておきですね、分蜜糖にもいろんな種類があるので、その点をですね少しお話ししていこうかなと思います。こちらですね、分蜜糖の、分類です。分蜜糖って、一言で言っても一口で言っても、いろんな種類がその中にもあるということなんですね。こんなですね砂糖の細かい種類について知ったところでどうなのかっていう話もあるんですけれども、一応ですね結構ちゃんと細かく、分類がされているんですよね。規定があって、いろんな種類があるということになります。ということで、分蜜糖にはこれだけの種類があるんですよというざっくりとした、種類だけを書いてみました。まずはザラメ糖ですね、そしてクルマ糖、液糖、などなどということになりますけれども、まずこのザラメ糖っていうのがあるんですが、このザラメ糖の中でもさらに3つに細かく分類がされています。白ザラ糖、中ザラ糖、グラニュー糖という分類ですね。でこれそれぞれに微妙に形とか形状、見た目とか触った感じ、テクスチャーですね、そういったところが、違ってきます。味も微妙に違ってくるというものなんですね。なので、細かく分類されていて、でこのザラメ糖の中にグラニュー糖も含まれています。そして2つ目がクルマ糖ですね。クルマ糖っていう言葉ってあんまり聞いたことないかもしれないんですけども、一応この砂糖の分類としてクルマ糖というものがあります。でそのクルマ糖もさらにですね、3つに細かく分類されていて、1つ目が上白糖、2つ目が中白糖、そして三温糖ということになります。上白糖はですねよく聞くと思います。家庭でも、使われますよね。特に日本ではこのグラニュー糖と上白糖を、使うというパターンが多いのかなと思います。和食なんかに使う場合は上白糖を使うことが多いですし、なんかお菓子とかですね、そういったもの、洋菓子とかを作る場合はグラニュー糖を使うという使い分けが、多いんじゃないかなと思います。そしてですね、もう一つ、大きな分類として液糖ですね。これは液状になっているいわゆるシロップのことを指しています。であとこの3つですけども、角砂糖、氷砂糖、粉糖、これらは加工糖というものですね。角砂糖、昔喫茶店とかによく、四角いキューブ型の砂糖が瓶に詰まって置いてあるのをよく見たと思うんですけど、今もあるんですかね、わかんないですけども、そういった角砂糖、コーヒーに入れるよみたいなやつですね。そういった、四角い形に、成形されている加工糖です。
そして氷砂糖ですね。これもよく梅シロップとか作られたりする方は、使うと思うんですけども、氷のようなちょっと大きめの氷のような形に整えられている、氷のような形でかつ氷のように透明なものですね。そういった形に作られているのが氷砂糖。あとはケーキとかクッキーとかそういったものに、飾りとしてつけるために粉状に砂糖を加工してあるものが粉糖といったところですね。そういった種類が分蜜糖にはあります。で、これらですね、いろんな種類があるんですけれども、その原料となるもの、どれも砂糖ですよね。で、原料は、どれも、サトウキビもしくはテンサイ、このどちらかで作られていることが、ほとんどです。なので、この分類は、サトウキビが原料であったとしても、テンサイが原料であったとしても同じ分類ということになります。なので、サトウキビが原料のグラニュー糖っていうのもあれば、サトウキビが原料の上白糖もありますし、テンサイが原料となっているグラニュー糖もあれば、テンサイを原料としている上白糖もあるということになるんですね。でちなみにですね、日本で消費されている砂糖の原料で、割合どんな感じになっているのかっていうとですね、こちら図円グラフなんですけども、これ全体的な日本で、使用されている販売されているお砂糖の原料がどこから来ているかっていうすごいざっくりした円グラフなんですけども、3分の2が輸入です。オーストラリアとか、そういったところ、タイとかですね、タイとオーストラリアがすごい多いんですけども、そういったところから輸入されてきたサトウキビ、これを原料にしているものが、大半ということですね。3分の2が、その輸入サトウキビが原料ということになっています。で、3分の1が、国産の原料を使用しているものが売られているんですけれども、その中でも、国産のテンサイ糖、もしくはサトウキビ、どっちかが使われているんですけれど、この中の割合、国産、全体の3分の1である国産の中の割合を見ると、大半がですね、テンサイが原料になっているんですね。なので、国産のサトウキビを使った砂糖っていうのは非常に割合としては少ないということになります。つまりですね、このスーパーとかでいろんな種類の砂糖売られていると思うんですけれども、それって大半は、一般消費者用に売られているスーパーで売られている砂糖売り場に売っている砂糖っていうのは大半がこの輸入されてきたタイとかオーストラリアから輸入されてきたサトウキビを原料にしているものが、ほとんどです。で、この国産のテンサイっていうのはどこに使われているかっていうと、これ業務用のですね砂糖が結構この国産のテンサイが使われている、ということになります。結構その業務用のすごい大きな袋に入った業務用の砂糖って、見るとですね、結構テンサイ糖っていうふうに書いてあることが多いです。普通の、上白糖とかグラニュー糖なんですけども、原料がテンサイなんですね。ちょっとこれびっくりするかもしれないんですけども、サトウキビじゃないのって思うかもしれないんですけれども、特にですね、砂糖はあまり体に良くないので、砂糖の代わりにテンサイ糖を使ってますっていう人って健康志向の方の中でまあまあな数がいるんですけれども、それちょっといろんな理由があると思うんですが、そういう人からすると、特にちょっとびっくりするかもしれないんですが、業務用の大きな袋で売られている、グラニュー糖とか、上白糖が主ですね。上白糖、っていうのはテンサイが、国産の、テンサイ、北海道産ですよね、テンサイが原料になっているものが多いということになります。
なので、スーパーで売られている一般の消費者が、購入するような砂糖は輸入のサトウキビで、業務用のやつは国産のテンサイが原料になっています。じゃあ、国産のサトウキビですね。国産のサトウキビはどこに使われているのかっていうと、国産のサトウキビって大体沖縄がメインですよね。収穫されるのって沖縄とか、あとは鹿児島とか、そういった暖かい地域で栽培されていて、収穫されるわけなんですけども、そういった沖縄産とか鹿児島産の、サトウキビっていうのは、こちらですね、黒糖とか和三盆、ちょっと高級なお砂糖ですね、黒砂糖、沖縄の黒糖とかよく聞くと思うんですけども、それとか、あとは高級な和菓子に使用されるこの和三盆ですね、そういったものに使われています。なので、栽培されている数も少ないし、それを砂糖として加工している、部分ももちろん少ないということになります。で、少ないので希少価値があって、高い、原料もちょっと高いっていうのもありますし、和三盆なんかはですね、非常に手間暇かけて作られていますので、これは本当に高い、高級ということになります。で、こういったこの部分ですね、この国産のサトウキビから作られている黒糖とか、っていうのがこのいわゆる岩蜜糖の方に入ってきますので、こういった砂糖であればミネラルが、たくさん含まれているということになります。で、それ以外のものはですね、輸入のサトウキビで、あっても、国産の、テンサイ糖を、原料にした砂糖であっても、やはりかなりですね、精製されて、売られているということになりますので、ミネラル分はほとんど含まれていないということになります。はい、ということで、今日はですね、その分蜜糖というものの分類についてお話ししました。あとはですね、原料がサトウキビなのかテンサイなのかという違いと、日本で販売されている砂糖の原料の、割合ですね、そういったところをお話ししていきました。やっぱりこの国産のテンサイ糖が結構使われているっていうところが驚きなのかなというふうに思います。で、次回はですね、この分蜜糖の分類はこんだけありますよって言ったんですけれども、それをさらに深掘りしていきます。別にそんな白皿糖はこういう種類でっていうのをですね、知ったところで何なのかっていうのもあるかもしれないんですけれども、和菓子とか洋菓子とかを作られる方とか、あとは料理に砂糖を使いますっていう方とか、いろんな場面でですね、こういう角砂糖、氷砂糖、粉砂糖、なんかもですね、使う機会が多いとか、今後仕事とかで使うとか、そういう方にとってはやっぱり知っていて損はないというか、もちろん仕事にする方は知ってないと困るっていうところもあると思いますので、ちょっとマニアックな話になるんですけども、そういった、さらにこの白皿糖はどんな糖なのかとかですね、そういったところを解説していこうかなと思います。はい、ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。